梅田義文さん、当時29歳。爆心地から1.7キロの広島文理科大学の校舎内で被爆しました。梅田さんは歯科医でしたが、作業部隊として召集され、大学を宿舎にして建物疎開に当たっていました。我々は入隊ここへ入りましてからずっと軍服一着の着たきりで、寝るのも毛布一枚敷いて、休むようなことでした。で暑いさなかですから汚れてきますですよね。で皆さんが作業に出ていった後で、我々は50人ぐらい一度に洗面できるところがありましてね、そこで頭から水かぶってですね、初めて体をきれいにしたわけです。そして部屋へ帰って爪切りなどをしてですね、雑談してたんですよ。そうしますとちょうど窓の外でですね、なんか爆弾が落ちて破裂した時の光といいますか、さーっともう室内へ青白い光線が襲ってきたわけですよね。別に音も聞かなかったんですが、その光の強烈なので、これは多分爆弾が落ちたんだろうと、みんなが一瞬立ち上がってそう気づいたわけですよね。でももう話をする暇も何もないんですよね。でいきなり北側の廊下へ向いて走ったわけです。で廊下へ私一足出た思ったんです。でその時に建物が崩れたんでしょう。意識を失ったわけですよね。どれぐらい時間が経ったかもはっきり覚えてないんですけれども、隣にいる隊友ですか、助けてくれ助けてくれって言うんです。それで気がついたんですね。自分を取り戻して、でしばらくは暗いんですね。結局建物の崩れたあれでゴミがあったんだろう思うんです。でだんだんそれが落ち着いてきてみると、廊下へ多分一足出たと思うんですけれども、ちょうどそうですな、23メーター向こうが外になるわけですよね、建物の。でだんだん明るくなって気が付いてみますと、向かいの建物に火が見えるんですよね。でこれは火が回ってきたらこのまましとったら焼き殺されると思いましてね、それから必死になってもがいて出られたわけなんですよ。だからちょうど中隊長がおられましてね、その方は下敷きにならなかったんですね。で助けてくれ助けてくれいう声を聞きつけて走ってこられましてね、で次々に埋まってる中隊本部のものを、助け出したわけですよね。で電車通り出てみますと、もう高野市から向こうはですね、中心部は火の海でしたよね。でこれはとも言ってもどうにもならんのだろうということを中隊長も考えられたんでしょうね。ですぐそこら辺の負傷した人の救護に当たったんですがね。負傷した人。はい。まず電車通りへ出ましてね、一番びっくりしたのは外で原爆の直射を遭われた方はね、顔はほとんど真っ黒くなってるんです。やはりゴミですか塵ですか、そういうものをかぶってですね、それから大体
露出しとったところは全部もう焼けてるんですよね。箇所を受けてるんです。特に黒いっぽい衣服なんかは光線を吸収しやすいですから、服がボロボロになってきますよね。そして今のようにこういうふうな格好ですね。手を前へ出してこうしてノロ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 歩いてるんです。ほとんどの人が。これは直射光線を受けた人だろう思うんですけどもね、ほとんどみんなこうしてノロノロ歩いてるんです。でですからショックであれですよね、放心状態いうんですか、そういう状態の人が本当幽霊いうものは見たことないですけれども、幽霊みたいな格好でゾロ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 ノロノロノロ歩いておったんですよね。そうすると我々が兵隊服着てるもんですから、兵隊さん助けてくれとか、どっち避難したらいいですかいうことで、赤十病院が近いですからね、赤十病院初めは連れて行って、それも赤十病院の玄関までにはもう庭いっぱいですから、そこまで連れて行きました。で元気なものはそばの民家の倒れた下に埋まっている人を引っ張り出したりしていたわけです。でそのうちに運輸部の方からトラックがどんどん救護に来ましたですよね。ですから電鉄の本社の辺ですか、あの辺で負傷者の人をトラックに乗せてあげたりですね、もうとにかくどういうんですか、手当たり次第ですよね。赤十病院に連れてったりトラックへ乗せたり、午前中どんな時間ももちろんわからないんですよ。しばらく行きましたらすぐ山中高等女学校いうのがありまして、そこへ行ってみましたらね、その当時は1年生、市内在住の1年生は登校日だったとかいうことで15、16人はおったもんです。埋まってるんですよね、建物に。はい。でお父さんお母さん助けてくれって泣き叫んどるわけです。で今の広大の木造家屋と建物と同じことですから、もうぐちゃぐちゃに建物木材がなっていますよ。それに机やら腰掛けがその中にありますから動きを取れないんですよね。で初め覗いてみた時に一人の子供は一生懸命前へ進もう思っているんですけども、あとお尻の方から出たら出れるね言ってね、最初の子供はそうしたら助け出すことできました。そこで何人ぐらい助けたかな思うんですけど、みんなが中隊の者がそうですね7、8人おりましたが、天然にやってたんですけれども、結局それでもやはり今のようにノコとかバールとかいうようなものがない素手でやることですからね。でどうすることもできないのでまた伝令を出したわけです、今の船舶部隊の方へですね。でその女子たちに子供にもうちょっと頑張ったれ今運輸部の方へ伝令を出したから言って、そこを去ったわけです。本当にかわいそうだったですよ。もう多分に疲れましたよね。で第三中隊が草津の国民学校に宿舎にして作業してましたからね。で第三中隊の宿舎へ移ろうということで、電鉄の本社の辺から南を通ってですね草津に向かったんです。で草津の学校行きましたらね、今のもうどっぷり日が暮れていました。でもう被災者をね
かなり収容しておりました。教室とかね、講堂とかで、家族にはぐれた子供なんかがね、やっぱりお父さんお母さんってね、廊下を走るんですよ、親を求めて。あくる日からは我々は部隊の負傷者を集めて教室を病室にしましてね、もちろん病室にいましてもその毛布1枚敷いてそれ寝かすぐらいのことなんですよ。で私は主にその火傷の手当てをしたわけです。やけどのいうのがだんだん日が経つにつれて周囲へ散っとったのを探し出しては皆あそこへ集めるようにしたんですけれども、ほとんどその建物疎開で作業しとった人ばかりですからやけど多いんですよね。でそのやけども部隊はそのドカチン部隊ですからね、その薬がないんですよね。で近所の薬局で消毒薬をもらったり、だから中隊長がヘッドを持っとったんですね。2缶ほど持っとられたのを持ってこられましてね。油ですか？はい。でそれをきれいに塗ってやるわけです、毎日ね。皮のめくれたようなところをきれいに綿花で拭きましてね、それ塗ってやるとかいうようなことを毎日しとるんですけども、昨日きれいにしたと思ってあくる日見ますとね、もう蛆が張ってるんですよね。びっくりしましたね。もちろんもうその時には入れるところがないですからね、収容するところがないから、もう教室もいっぱい講堂もいっぱいですから、校庭にまでね負傷した人を転がしてあったわけです。で入っても本当もう講堂の中死んだ人もありました。女の方がね「兵隊さん兵隊さん水ください」言うんですよ。で私どこで聞き覚えたんか知らんですけど、はっきり覚えてないんですけども「おばさん水飲んだら死ぬるよ」ってこう言ったんですよ。そしたらその女の人がね「私おばさんじゃないんですよ、娘ですよ、もうこうなったら死んでもいいんだから」言われてね、もう私ちょっとその次の言葉が出ないんですよね。でそしたらまたその娘さんがね「兵隊さんおちんちんとこ通ってもう気が狂いそうなんだよ」って言うんですよ。見てくれって言うんですけれども、もう私もそんな簡単に見れるとこじゃないし思ってすぐには用意しなかったんですけれども、見てちょうだいいうもんですから、塩なしに当時はほとんどもんぺっていうものを履いていましたからね、もんぺを剥がしてでパンティを取りましたらね、なんとこれまたこんなことがあろうかと思うほどびっくりしました。いうのはそこにはこんなに蛆が湧いてたんですよ。外にね外部に蛆がおるいうんだったらこれはもう毎日見とったですから驚かないんですけども、ちゃんとこう衣服でね覆われとるそんなところにね蛆が湧くいうようなことも信じられんですからね、ほんとびっくりしました、あれにはね。そういうことがありまして、結局もうそうなるとその頃はもうどんどん亡くなられる方がね出ますので、救護は本当まだ十分に救護体制が整っていませんから、もうろくに手当ても受けずに皆さんがね死んでいかれたんですけれども、その死体の処置にねその救護所は追われるようになったんですね。で初めは山の方へ持って行って焼いたりしよったんですけども、もうしまいにはもう学校の近くで焼いたりしたそうです。でもう師団司令部が復興しとるかもわからんから
それをもらいに行こうじゃないかおっしゃってですね、私とその宮司さんとで田中先生と2人でずっと歩いてですね広島市内へ入ったわけですよ。何日後ぐらいですかね。多分ね10日だったと思うんです。で電車通りをずっとね宮島線の電車通りを通って入ってきまして、こちらもほとんど電車通りを通って入ってきましたら、私の家は今の高城町でございましてね、今の真向かいなんですね。相生橋の近く。はい、相生橋の近くなんです。で近所に女の子がねいまして、それがアシスタントでいつも来よったんですが、私の焼け跡行ってみますと、いわゆる治療用のチェアとか機械ですね、それが転がっとるだけでね、歯科医の。はい、歯科医の器具がね、ですから誰もその近所の女の子もうちへ来てなかったんだな思いましてね、やれやれ思ってよかったな思って相生橋の方へ進みましたんですよ。ただ相生橋の両方のたもとにその白骨の山があるんですね、両方とも。でこれ後から知ったんですけれども、2日目ですか、被爆後ね、軍務の方が招集かけてこの幹線道路を整理されたらしいんですよね。でその近くにあった死体を集めてなんかガソリンか石油かをかけて焼いたらしいんですよね。でこれも後から分かったんですが、その家内の弟が私の留守に来ておりましてね、でその地下にあったらしいんですよね。でそこで焼け死んだらしいんですよ。お宅で。はい。それももちろん死体は今の白骨の山の中へあったらしいんですよね。傷の治療もですね、死体の片付けなんかはやられたんですか。死体の片付けはしてません。そこまでは。ほとんど今のやけどの処置ですね。もちろんその中には下痢される人が出てきましてね。でも実際にこの原爆症へどんな処置をしていいかいうことは皆目わからんわけですからね。わからんし、それからそういう注射薬なんかも何にもないんです。ですから下痢されればそこをきれいにしてあげて灰を持ってきてですね汚れたところへ灰を撒いとくとかいうぐらいのことしかできなかったですね。やっぱり髪の毛が抜けたりなんか。髪の毛の抜けた人はあまり記憶ないんですけれどもね、あそこでは市内の整理に出された人がたくさんありましてね、その中に私のところの人もやはりおりましてね、そのためにその人は市内で整理に出てきて原爆症で亡くなられたんです。はい、歯茎から出血しましたりね、それから頭の頭髪が抜けて丸坊主になるんです。で歯茎からの出血であるもんですから何とかしてくれって頼まれましたけれども、どうしようもないですよね。ビタミン C でもあったら使ってたんでしょうけども、そういう蓄えもなかったもんですからね。あれほどのね現在の核爆発というものは広島に落としたものよりもものすごく強力なものですよね。でも広島に落としたものでもあれだけの建物を破壊して20万かの人口を殺傷するだけの強力なものですからね。やはり我々とすればもう子孫のためにもどこの世界でもそうですけれども原爆だけはもう使ってもらいたくない思いますよね。
どうしてそのアメリカやソ連はそれを一生懸命作ってるんだろうかって不思議に思うくらいですね。